こんにちは、ジーリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスさんの提供でお送りしております。コインポスさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、日本から岸田首相や小池百合子氏、石丸伸二氏、スティーブ・アオキ氏、大郷氏、田村淳氏など数々の著名人の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますんで、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。またメンバーシップの方では、毎朝1分で情報収集できるまとめ投稿が、動画よりも好評いただいております。こちら毎朝8時前には投稿してまして、ネット記事や動画よりも手っ取り早く情報収集できますんで、日頃忙しくて情報収集に時間割きたくないとか、動画を見てる暇ないという方はこちらもぜひご利用してみてください。で、まず ETF 関連から見ていきますと、マイアミの証券取引所 MIAX やボックスエクスチェンジらがスポットビットコイン ETF のオプション取引上場申請を撤回してます。理由はまだ明らかになってなくてですね、業界としてもバッドファンダのように思いますけども、主要取引所のナスダック、ナイス、シーボの動きではないんで、今のところはそこまで深刻に捉えられてないみたいですね。内容を修正してまた出すんじゃないかみたいなことも言われてます。先日も各社のスポットイーサ ETF のオプション取引の上場申請が行われて話題になってましたけども、スポットビットコイン ETF のオプション取引の動向にも注目ですね。あとこれは昨日の動画直後に出たファンダなんで、このチャンネルでは取り上げられなかったですけども、ブラジルの証券取引委員会 CVM がソラナの ETF を承認してます。ソラナの ETP は2021年6月にスイスで21シェアーズのソラナ ETP が承認されてますが、ソラナ ETF は今回が初承認ということで注目されてます。ただブラジルの取引所B3 の承認はまだ降りてないんで、取引開始はまだ決まってません。ソラナオンチェーンの方でも明るい話題がありましたんで、この後のアルトのところで価格やチャートは見ていきたいと思います。あとは日本の金融庁の ETF に対しての意向もグローバルで話題になってますね。ブルームバーグのインタビューで金融庁長官の伊藤氏はですね、ETF 認可の決定は慎重な検討が必要だと、暗号資産は必ずしも安定的かつ長期的に日本国民の富の創出に貢献するわけではないと多くの人が考えていると答えたとされています。先日 SBI とフランクリン・テンプルトンが提携して日本での ETF 立ち上げに向けて動いていくというのが話題になってましたけども、金融庁側からはあまり前向きな声明が出てない印象ですね。でまた昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローはまだ全社が公開されてませんが、各社流入が記録されています。グレースケの GBTC がマイナス 1.8 億ドルと、ここ最近の中では大きな流出となってるんですが、フィデリティの FBTC がプラス 0.65 億ドル、アークがプラス 0.32 億ドル、そしてウィズダムトリーがなんとプラス 1.18 億ドルの流入となっています。これまで比較的動きの少ないところでしたけども、今回過去最高の流入を記録してますね。ブラックロックを待たずとも全体でプラスとなっています。で、またスポットイーサ ETF の方は、こちらは通常運転となってますね。頼みの綱のブラックロックも、前日はゼロとなってますが、今回は全体でプラスとなれるのか注目ですね。で、一方香港の方はイーサがまだ公開されてませんが、ビットコイン ETF はゼロとなってます。で、あとオンチェーンの方では、ノマドブリッジから流出したイーサがトルネードキャッシュに送金されてます。額としては 14,500 イーサ、3,500万ドル相当です。で、2022年当時ですね、流出した金額はラップド BTC 合わせて 1.9 億ドル相当とされてますが、どの程度動くんでしょうかね。昨日もプラストークン関連のイーサが3年ぶりに動き出したことを取り上げましたけども、過去の事件で盗まれた資金がここに来て動き出していますね。これらの売り圧が今後市場に影響するのか注目です。ビットコインの価格は現在6万1000ドルあたりを推移しております。昨日発表された指標の方では、米新規失業保険申請件数が予想の 24.1 万件に対して結果が 23.3 万件と予想を下回る結果となっています。で、また今朝7時40分頃ですね、米国、カタール、エジプトの3カ国がイラン・イスラエル戦争の停戦を要求する共同声明を発表しました。現時点では停戦の可能性が高いとされています。で、今回の市場全体の急落はですね、その米国の景気後退懸念と日本の利上げ、そしてこの
イラン・イスラエル情勢のトリプルパンチが大きな要因とされてましたけど、米国の景気後退懸念は先ほどの失業保険申請件数で若干緩和されて、日本の利上げも先日の内田日銀副総裁の発言から緩和。で、イラン・イスラエル情勢も今回の停戦要求で一旦落ち着きそうだということで、懸念が一気に解消されたことで、市場も上向きになってるんじゃないかなと、個人的には思いますね。米国債金利は 3.982 を推移しておりまして、ナスダックが 18,413、S&P500 が 5,323、ダウ平均が 39,446、金ゴールドが2,420ドル、日経平均が 35,357 円、ドル円が 147.46 円となっております。個別株の方では、ビットファームズが第2四半期の決算でマイナス2700万ドルの純損失を計上してまして、予想では1株当たり11セントの損失が見込まれてたんですが、結果は1株当たり7セントの損失となってまして、予想以上の高決算だったことから株価もプラス 22.0% と反応しています。あとは医療関連企業のワンメドネットがビットコインを購入したことも話題になっています。シボで460万ドルを調達して、そのうちの180万ドルでビットコインを購入したと報告しています。株価は今のところ反応してないですが、今後の展開に注目ですね。あとは昨日新たに10億円の借り入れを発表したメタプラネットはプラス 20% と、結局伸びてますね。企業がビットコインを買うムーブ続いてますけども、まだ増えてくるんでしょうかね。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 6.0%、額としては287億ドル相当、比率として前提ではショートが 52.1%、バイナンスミンはロングが 52.1% としたようになっています。今後の指標としては、本日8月9日にメキシコの中銀政策金利、8月10日にロシアの CPI、8月13日に米雇用統計、ドイツユーロの景況感指数、米 PPI などが控えております。市場の方では先ほどお伝えした、これまでの様々な懸念が解消されたことや、チャートの週足が大きな下髭をつけて、陽線になっていることから、楽観的な空気になってるんですけども、JP モルガンや他ナリスラの見解ではですね、投げ売り後の一時的な反発に過ぎないとか、割と慎重な目線が多い印象がありますね。チャートだけ見たら昨日の54,000から一時62,700と、約8,000ドル幅の上昇となってまして、ビットコインで1日でプラス 10% 以上という、非常に稀な展開となっています。62,000あたりの抵抗が強いんで、ここで一旦弾かれて、また58,000あたりまで落ちると見てる人も多いんですかね。ただ対局は以前の状況と比べると、だいぶ変わりつつありますし、指標も近々ではそこまで大きいものがない。そして OI もようやく増えてきたんで、短期での調整はあるかもしれませんけども、中長期では少し明るくなってきたんじゃないかなと、個人的には思いますね。短期ではこの62,000の攻防を上へ抜けれるかどうか、下を58,000あたりで反発できるかどうかが焦点になると思います。今後の市場のこれ引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2,660ドル、BTC 建ては 0.0435 と、昨日からは上がっております。先物の方では OI は全体でプラス 6.97%、額として105億ドル相当、比率としては全体ではショートが 52.5%、バイナンスミはロングが 70.4% としたようになっています。こちらもドル建てではビットコインに釣られて昨日からプラス 10% と上昇してますけども、BTC 建てでは単独での強さは特に見られずですね、横ばい推移となっています。で、イーサに関しては先ほども取り上げましたけども、先日から現物の売り圧ファンダが立て続けに出てますし、それと同時にアルト方面の単独ファンダが結構出てるんで、それだったら他アルトに行った方がいいという感じで、なかなか資金が集中しづらいというかですね、比較的弱くなってしまうのかなと思いますよね。チャートだけ見たら2月の底で反発して、再度上に向かってますが、一番抵抗の強そうな2,800までまだ遠くなってます。ドル建てでは上はこの2,800を抜けられるかどうか、下は再度2,400あたりで耐えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとここからその他の動向になります。トランプの公式トークンと噂されていた Restore the Republic RTR が暴落してます。もともとトランプ支持派の学生会会長フルニエ氏が公式のトランプトークンだと煽ったことが発端とされてるんですが、その後トランプの息子エリック・トランプ氏が唯一のトランプ公式プロジェクトはまだ発表されていないと、偽のトークンに気をつけてくださいと投稿したことで暴落してますね。RTR は一時時価総額1000万ドル以上になってるんですが、現在では700万ドルとなってます。それでもまだ700万ドルありますね。先日からトランプの息子たちが
DeFi に関して言及してたり、非常に騒がしくなってますね。で、また選挙戦の予測は、昨日一時ハリスが逆転しましたけども、現在またトランプが1位となってます。でもかなり拮抗してますね。あと他では FTX アラメダと CFTC の和解を裁判所が承認してます。FTX 側は債権者に対して賠償金87億ドル、F 等利益返還として40億ドルの支払い命令が下ったことなどが話題になってますね。あとここからアルト関連になります。バイナンスがトンの現物取引開始を発表しています。取引ペアはトン BTC、トン USDT、トン FDUSD、トン TRY の4つとなっています。この発表からトンも強く反発してますね。現在 6.1 ドル、時価総額は10位です。テレグラム内のタップトゥアーンが話題になりがちですけども、トンチェーン自体も好調のようですね。直近では 6.6 ドルあたりに抵抗がありそうに見えますが、ここからさらに上へ向かえるのか注目ですね。あとはソラナのジトのバリデータ報酬が過去最高更新したのも話題になってます。少し前の7月28日の値では、17,290 ソル、約319万ドル相当の報酬となってます。ジトの TVL も底値を守りながら保ってますね。ジトのトークンもプラス 20% と上がってますし、ソラナ本体も ETF の影響からか、上位アルトの中では比較的強くなってます。時価総額も昨日一時 BNB を抜いて4位になったことも話題になってましたね。週足でも200ドルが大きな壁となってますが、今年超えられるのか注目となってます。あとその他資金調達関連では、DeFi 向け L3 と呼ばれているベセルファイナンスが1000万ドル調達、分散型投資プラットフォームと呼ばれているベースド VC が200万ドル調達を発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。